アメリカ最古のバイクブランドインディアンモーターサイクル、日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしておりますインディアンモーターサイクルマニア V 型エンジン大好き西尾です。今回はインディアンモーターサイクルももちろん関係している話題なんですけども、バイクシーンで一番熱い、ネオクラシックというカテゴリーにまつわるお話、なかなか初めての切り口でお届けさせていただこうと思います。その前にまずネオクラシックって何なんかっていう話を先に定義させていただきますと、クラシックがネオなもんなんで、クラシック、昔あったもの、昔からあるものへの憧れとか、そういうリスペクトを今の技術で再構築するという意味合いでこの動画見ていただければすっきりするかなと思います。ネオクラシックとは過去への憧れやリスペクトを現代の技術で再構築、2回言いました。ではそんな題材で私が取り上げたいインディアンモーターサイクルのバイクは、もちろんスカウトクラシックで対比させたいバイク、結構悩んだんですけど、日本で一番売れてる、しかもね8年ぐらい連続でめちゃくちゃ売れてる、誰もが知ってるあのバイク、川崎の Z900RS、 こちら2台をねネオクラシックという枠で比べていきたいなと思います。というわけで、私の目の前には全く対照的な2台がいてます。こちら川崎不動の一番人気 Z900RS と、こちらね2025年モデルのスカウトクラシック。今回の動画はネオクラシックという枠でバイク探し考えようぜという動画になってますので、全然違うこの2台なんですけど、ネオクラシックというメガネでね車両見ていきたいなと思います。走りとかバイク選ぶ時にそこを一番目に探す人よりは、割とデザインとか見た目どうなん、またがったらどうなん、エンジンの音どうなんっていう体感でどう感じるかみたいなところを重要視する方が割に多いので、今回はねこの2台見た感じから比べていきたいなと思います。じゃあ早速川崎の Z900RS、 この前回りから見ていこうかなという感じで、 Z900RS ね、 Z1 とか Z2 とか過去の川崎のいわゆる旧車界の王様みたいなバイクがいるんですけど、それを現代版に再構築したぞと。排気量も抑えめで取り扱いしやすいスタイルに作っていながらも、見た目は王道のレトロバイクを感じさせる雰囲気になってるんですけど、この辺ね LED のヘッドライト LED のウインカーになってたり、二眼の丸いメーターがついてるっていうのもいかにも旧車っぽい雰囲気なんですけど、後でお見せするんですけど、真ん中ちょっと液晶が入ってたりとか、シルエットだけ見ると旧車前してるんですけど、中身は新しいよという感じで、この辺外観見えるところピックアップしていきたいなと思います。 Z900RS 川崎、イメージ的にはねスポーツバイクのカテゴリーで、ネオレトロスポーツみたいな言い方が皆さんしっくりくるかなと思うんですけど、もうがっちり倒立フォークにダブルディスクラジアルマウントのブレーキキャリパー、これね僕ちょっと乗ったんですけどめちゃめちゃ効きます。サスペンションもブレーキもめっちゃ効きます。ここはね今風のデザインなんですけど、現代の解釈で作られてるフロント周り、あとはねこのタンクですよ。タンクとエンジン周辺、これねタンクめっちゃでかいんですよ。これまたがった時に自分に見える景色なんで、僕またがって運転する時自分にバイクがどう見えるかなっていうのを結構気にするんですけど、ものすごいでかいタンクです。自分の体よりでかい幅。タンクこういう感じでバシッとお尻まで一直線のラインを感じさせつつ、水冷のエンジンなんですけど Z1、Z あたりの空冷味を感じさせるあえてのフィンね、こういうところにくいですよね。いいと思います。あとここフレーム、タンクの下とこういう感じでお尻にフレームが続いていくんですけど、サイドカバー Z900RS って書いたこの黒のタンク下のカバーと、ここのシルバーの部分、これもね見た目はアルミ削り出しっぽい表面仕上げになってるんですけど、樹脂製になってて軽量かつ隙間をきれいに埋めるデザインになってるっていうのが、なんともね隙がない。前からフレーム、タンクからサイドカバー、シートからのこのテールカウル、ここのね一連の塊感の出し方はねギュッと
デザインが凝縮されているようなイメージを受けました。あとね、マフラーね、最近のバイクにしては珍しくね、すごい短くて細身のマフラーになってるんですけど、お腹の下の触媒を結構しっかり取ることで、こいつを極力小さくかっこよくした。プラスサウンドにめちゃくちゃこだわって Z900RS 開発されたということなので、やっぱりサウンドだけでもあれやし、見た目だけでもあれやしというところで、ここはね、川崎のこの Z900RS にかける本気さを感じる瞬間かなと思います。一番特徴的なこのテールカウルね、こんな感じで今風の LED のウインカーと往年の Z のテールカウル、もうここだけでもうすごい旧車っぽい雰囲気感じるんですけど、この辺がやっぱりね、うまいなと思いました。これはもううまい。あと一番自分でびっくりしたところが、車両をちょっと上から見た時の前景ね、これですよ。このタンク、シートがね、この旧車前としたタックロールの段付きのシートになってて、この辺のデザインがすっきりしているので、余計にね、このタンクのでかさ際立ちますね。なんか全体的に流線形というか、流れるような、力強く流れるような、そんなデザインの意思を僕は感じました。メーター周り、こんな感じでスピードメーターとタコメーターとあるんですけど、真ん中はね、ちょっとインフォメーション画面でシフトインジケーターとか燃料系とか今風なスタイルになってるんですけど、このスペースに綺麗にまとまったなと思います。なのでこっちから見ると今風のバイクなんですけど、こっちから見ると旧車っぽいと、なかなかええやんと思いました。車両をまじまじと見ると、このタンクのでかさにちょっとひるんでしまうんですけど、車体重量215キロということでめっちゃ軽いです。シート高800あるんですけど、ここがめっちゃスッキリしてるんで、足つきもめっちゃいい。なかなかね、よく考えられた、売れる理由がわかるバイクかなと思います。ではインディアンモーターサイクルネオクラシック枠の筆頭バイク、スカウトクラシック車両をご紹介していきたいと思います。こちら新型スカウトも、Z900RS と同じように灯火類 LED になってます。スタイル的には丸めのヘッドライトと砲弾型のウインカーと、ここ見てください。このアーチを描いてるフロントフェンダーね、ここのデザインの木もね、初代スカウト1920年に発売されたスカウトのデザインのライン表現してます。スカウトクラシックはフォークホイールになってまして、これ僕すごいなと思ったのが、フォークホイールなんですけど、このホイールのハブの中もちゃんとクロームになってて、磨く楽しさめっちゃあるんですけど、ここもなかなかギラギラしててね、アメ車やなっていうこだわりを感じました。Z900RS スポーツネイキッドやったのは対照的に、こちらはクルーザータイプのバイクなのでオーソドックスな成立フォーク。アメリカンバイクはね、フロントをかけずとも制動がきちんとできますから、ブレーキは片側だけ。これもね、アメリカンバイクのアイデンティティでもあります。エンジン、タンク、横から見たところ、特にこれね、川崎 Z900RS、さっきちょっと見ていただいた通り、タンクからテールに流れるこのまっすぐなライン、すごいデザインの意思を感じたんですけど、スカウトはね、フレームです。別の動画で詳しくお話ししてるんですけど、このフレームのデザイン、入り口ここで出口ここなんですけど、この間がね、タンクで隠れてるんですけど、まっすぐした方がコストはかからないんですが、初代スカウトにリスペクトを表しまして、流線形の美しいフレームワーク、下もねこんな感じでこうつながって、頭の端から後ろタイヤの真ん中までこう緩やかに曲線を描いて落ちてくるようなフレームデザインと、タンクね、これも何も考えなかったらもうまっすぐでいいんですけど、フレームと同じようなカーブを描きつつ、フレームが出てくるところもわざと見えるようにしてるんで、細かいところのデザインの見せ方、隠し方っていうのはインディアン面白いなと思います。続いてこちら、エンジンはこのモデルから新しくデビューしました新型のスピードプラス 1250cc の水冷 V ツインのエンジンになってます。水冷のエンジンなんですごいシンプルにつるっとしたデザインになってるんですけど、この辺ね、マシニング加工でブラックとシルバーのコントラスト、あとインディアンのロゴ、これ写真とかで見ると樹脂製の素材っぽく見えるんですけど、これがね金属なんですよ。実物はねめっちゃ重厚感あってかっこいいんで、この辺とあとこのマフラー周りのクロームの感じ、すごくゴージャスに作ってあるなと
思います。こちらお尻周り見ていただくと、このリアのフェンダーのラインも往年のスカウトのデザインリスペクトしたものになってまして、今回こちらのマフラーはぶっとい、いかにもアメ車って感じの2-in-1マフラーになってます。なので Z900RS とタイプが違うバイクなんで、一概に比べるのもちょっと違う話なんですけど、見ていただく通り全身クロームを覆ってすごいゴージャスな雰囲気と、あとはわざわざ見せたり隠したりする手間のかかるフレームワーク、この辺が工業製品としてメーカーが売りたいモデルをギュッと完成させて作っている川崎の Z900RS と、メーカーが作りたいものを作りたいように作ってるインディアンモーターサイクルのスカウト、そんな対比が見られるかもしれません。ちなみにね、インディアン前後のフェンダー、これね鉄です。 Z900RS はこれタンク以外前後のフェンダー、テールカウルはサイドカバーもですね、これも樹脂製のパーツになってるので、コストダウンもあるし軽量化もあるし、でもデザインは崩さない、そんな川崎のものづくりと、使いたいものは使うよと、かっこよく仕上げたいところはコストかけるよというインディアンのものづくり、2社ともねいいものづくりしてるんちゃうかなと思いました。ではここからはネオクラシック対照的な2台、またがった感じどうなんとかサイズ感どうなんというところで、またがってサイズ感見ていただきます。よし、失礼します。軽いわ。タンクでけえ。自分の体の幅よりタンクでかいです。ライディングポジションこんな感じ、こうかな。ちょっとハンドルが僕にはワイドかなという感じがするんですけど、バイクと自分を一体化させるような、スポーティーな走りを予感させるような、そんなポジション、自分に見える雰囲気はすごくネオレトロな感じ。信号待ちポジションこんな感じ。両足ついてみると身長165センチなんですけど、両足のつま先が両方ついてます。足の指の付け根まではつかないので、本当につま先、両つま先で踏ん張ってるっていう感じなんですけど、足を下に下ろせてるっていうのと、車体が200キロちょっと、215キロっていう軽さもあるんで全然怖くないです。これは軽いな。信号待ちで片足ステップに乗せるともう完全に足の指の付け根地面につくので取り回し問題ないですね。シート割と厚みあるんですけどちょっと硬い印象なんで、この辺もスポーツライディングするには柔らかくなくていいので、その辺もトータルでデザインされてるんちゃうかなと思いました。ではスカウトまたがっていきます。よし、はい、こんな感じ。 Z900RS シート高が 800mm なんですけど、これ650ぐらいなんで当然使い用途が違うバイクなので足つき最高潮です。両足かかとまでべったり、膝ゆったり。ライディングポジションこんな感じ、ワイルドな感じ。キビキビ走りたいっていうよりはブラーっと走りたい、そんな雰囲気にさせてくれるポジションかなと思います。足つきがとにかくいい。あとね、車体重量が約30キロぐらい違うんですけど、起こした時のこの軽さね、この軽さは Z900RS と本当に変わんないです。軽い。不思議なことにまたがって自分から見える景色は Z900RS とあんま変わんないです。でっぷりとしたアメ車感あふれるタンクね、これはちょっと意外でした。いいと思います。ではネオクラシックバイク比べてみよう。次はサウンドです。水冷4気筒のZ900RS、 川崎がサウンドチューニングにもこだわったということなんで、早速エンジンかけていきます。めっちゃぶっとくて低い、すごいこうくぐもった湿った太い低い音で、4気筒なんでこう連続したサウンドがずーっと流れ続けてるんですけど、意外にもエンジンが静かで駆動してくるメカノイズはかすかに聞こえるんですけど、青白く燃えてる炎みたいな、そういうなんかこう熱量を感じました。吹き上がりいいっすね。4発独特のね、このリニアな吹き上がりと連続するサウンドね、
これはノーマルでも十分いい音ですね。アクセルのレスポンスと思ってるサウンドが直接出てくるみたいな言い方は結構難しいんですけど、自分が走らせたいように入力した分出力されるような、そういう機械としての完成度、機械としての出来の良さめちゃくちゃ感じます。4発ね、いいと思います。では同じく水冷のエンジンで排気量はちょっとこっちの方が大きいんですけど、 V 型エンジンスカウトクラシックエンジンかけていきたいと思います。Z900RS エンジン効き終わった後なんで、対比するとこっちのねサイレンサーから出てる重低音はね、同じような音質、低くて湿ってる太いサウンドなんですけど、V 型のエンジンなんでこの小気味のいい連続音、迫力のある低音が出てます。全然対照的に違うのがこのねクランク周辺の、メカノイズ、この V 型エンジンを動かしてる機械の駆動音がね、この辺で高めの音が聞こえつつの、この辺でね低い別の感じで、こういう感じで音が出てて面白い。この3つのそれぞれ違う音質のサウンドがなんかちょっと生き物っぽいっすね。工業製品味ももちろんあるんですけど、すごいなんかこう生き物っぽく感じました。ちなみにこのスカウトクラシックはライディングモードが3パターン切り替えができるので、これ今スポーツモードです。めちゃめちゃ吹き上がる。これねいい。サイレンサーとこの辺とこの辺でそれぞれ違う音が混ざってくるっていうお話をしたんですけど、アクセルをガッと開けるとね連動してこうブーンって気持ちよく吹き上がってくる感じね、すげえな、楽しいです。いいと思います。で Z900RS 今回のね動画を撮るように2日ほど乗らせてもらったんですけど、一番大きく違うなと思ったのが4発のエンジンで常に低いところでうなってるエンジンで、アクセルを開けると開けただけすぐ応えてくれるポテンシャルっていうので、エンジンが自分の走りに応えてくれるっていうよりはもう自分の意思を表現してくれる道具みたいなイメージで、振動とかエンジンの鼓動とかそういうことは一切感じず、シンプルに運転に集中していく感じというか、もう矢印が自分の方に向かってくる感じというか、バイクと自分、Z900RS と自分が一つになってライドしてるぞというような感覚やったんですけど、逆にこちら V ツインのエンジンになるとどうしてもやっぱり座ってる位置ここでエンジンここにあるんで、エンジンの動いてる感じとか振動とか鼓動感とかすごいね体に伝わってくる。これが嫌な振動とかじゃなくてバイクに乗ってるなっていう感触を味わわせてくれるものかなと思ったんで、バイクと一つになる走りができる Z900RS とバイクにライドができるインディアンモーターサイクルみたいな対照的な違いかなと。エンジンの仕組みが違うだけでこんなにバイクって変わるんだなと思うと、バイク探し楽しいですね。今回この動画を撮るきっかけが、スカウトすごくいいバイクなんですけど、やっぱりアメリカンっていうカテゴリーで語られるバイクなんですね。これインディアン全部そうなんですけど、でもアメリカンっていう枠だけにとどまってもらうよりは、ネオクラシックって昔のかっこいいバイクとかメーカーへのリスペクト憧れを現代の技術で再構築したものなんで、いやスカウトネオクラシックでいいじゃないと、ネオクラシックなバイク乗りたい人いいのあるよと、そういう思いつきでした。なんで逆に私も全然興味がなかった Z900RS とてもいいバイクだなと思ったし、とても興味が湧きました。逆に4発のエンジンね。なのでせっかく乗るバイク、長く愛せる相棒を探したい、
そういう思いで相方を探してる未来のライダーさんには是非ね、ネオクラシックっていう枠でインディアンスカウト注目してあげてください。いかがだったでしょうか。この動画ね撮るために私Z900RS2 日乗ったんですけど、デザイン古きものをリスペクトした今再構築されたネオクラシックの Z900RS めちゃくちゃ乗りやすい。余計な雑味がない、機械としての完成度めちゃくちゃ高い、隙がないバイクっていうような印象を受けました。並列4気筒のバイク僕全然興味がないタイプの人間だったもんで、すごいね最初は何もエンジンを感じない静かなフィーリング、すごいどうなんと思ってたんですけど、走れば走るほどね、バイクが自分とつながって自分が思う走りをバイクが答えてくれると、川崎の回し物みたいな雰囲気出ちゃうんですけど、バイクと人間が一つの塊になって自分の意思で速く走れる、そんな言い方は荒っぽいんですけど、道具としての完成度、移動するものとしてのモビリティとしての完成度はめちゃくちゃすごかったです。とっても機械的、めちゃくちゃよくできた工業製品だなと私は感じました。他方ではインディアンどうかと言いますと、原車見ていただくパートでもご案内したんですけども、車両のデザインまずすげえ凝ってる。車両のデザインにすごく余白を感じる。あとはまたがった時のポジショニングであったり、エンジンの吹き上がってくるこのレスポンス、こういう風に走りたいな、 OK 分かったっていう、そのバイクと会話ができるようなイメージ。 Z900RS の時はバイクと自分が合体して一つのものとしてライドするイメージなんですけど、インディアンのスカウトに関してはバイクに自分が乗ってる感じ、これも言い方変なんですけど、下半身が馬で上半身が人間みたいな感じです。なのでその辺の違いね、全然うまく言えてないんですけど、乗ったらすぐ分かるんで。同じネオクラシックのバイクですから、ネオクラシックって言ったら丸めのネイキッドでしょじゃないです。過去素晴らしかったものへの憧れとかリスペクトを現代の技術で再構築したバイク、ネオクラシックですから、食わず嫌いせんとアメリカンっていう枠じゃなくてネオクラシックという枠でインディアンのバイクスカウトね見てもらったら、もう一つバイク探し楽しくなると思いますので、ぜひお近くのディーラーさん行ってみてください。ちなみに今回 Z900RS お借りしたレンタルバイク西宮さんは、その他もねドカティとかロイヤルエンフィールドとかいろいろ外車のレンタルバイクもやってますし、あとインディアンのレンタルバイクもあります。例えば朝一行って午前中は Z900 乗ってみて、午後からはインディアン乗ってみてとか、そういうねバイクってこんだけ違うねんなっていうのを経験としてね試してもらうのもバイクライフ絶対懐深くなると思いますので、ぜひレンタルバイク西宮さんにも行ってみてください。このチャンネルではインディアンモーターサイクルの日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしております。高評価、チャンネル登録、あとはこんなトピック取り扱ってほしいなどあればコメント欄でお気軽にお寄せください。ではまた次の動画でお会いしましょう。